はい、それでは抵抗負荷 SRPP 三欠五欠切り替え式 6L6 シングルアンプの製作第5回目の後編スタートしたいと思います。今日はですね、主にいろいろな音楽を聴いてみて、その回路の違いによってどういう音質の違いがあるのかというところを皆さんにお伝えしていきたいと思います。一番最初にですね、まず完成した後、各所の電圧を測ってみました。でですね、こちらにトランスから出てきた、電源トランスから出てきた電圧をドロップするドロップ抵抗があるんですけれども、三欠の場合と五欠の場合ですね、いずれも同じ110オームの抵抗を使いました。最初ですね、この三欠の回路で、プレート電圧をティピカルオペレーションよりも少し高めに、したんですけれども、それは、私の狙いとしては三欠の回路と五欠の回路のドロップ抵抗同じ抵抗値のものにして、その各所の電圧がビシッとこう狙った通りに出ればいいなというふうな目論見があってですね、そうしたところもあったんですけれども、で同じ抵抗の値を使うところまでは良かったんですけれども、ちょっとご覧いただいてます通り、三欠の方はですね、若干、狙ったところよりも低めの電圧になってしまいまして、一方五欠の方はですね、狙ったところよりも若干高めの抵抗、すみません、電圧値になってしまいまして、同じ抵抗を使ってどちらも狙い通りビシッとこういくという100点満点にはちょっと至らなくって、まあ有料かで言えばかぐらいですかね。まだまだ修行が足りないなというふうに思った次第なんですけれども、まあいずれにせよですね、スイッチが1個減りまして、三欠の場合も五欠の場合も共通のドロップ抵抗を使いまして、まあ大体、1%、2% ぐらいの誤差で狙った電圧が出るようなことを確認しました。はい。それではですね、完成した時の真空管などを立てた外観をですね、少しご覧ください。はい、こちらがですね、アンプの外観になります。ひときわね、大きい電源トランスが目を引きますけれども、それから今回はケースに塗装をしてない、まさにこのアルミのそのままの色で仕上げているんですけれども、これはこれで、悪くない、自分で言うのもなんですけど、なんかこう、かっこいいですよね。シャープな感じがしてかっこいいかなというふうに思いましたと。はい、ということで、この広々としたですね、ケースにですね、いろいろ部品を余裕を持って配置して、今回、切り替え式のアンプを作ったわけでありますけれども、いろいろですね、いろんな音楽これから聞いてみて、感想の方を皆さんにお伝えしたいというふうに思いますので、引き続き、視聴の部分ですね、ご覧いただければと思います。はい、ということで外観ご覧いただきまして、これからいよいよ試聴ということになるんですけれども、前回ですね、空気録音をして YouTube に載せて皆さんに聞いていただくという試みをしたんですけれども、やはりちょっと反応はあまり良くないということで、違い分かりましたよという感じとはちょっと程遠い結果となってしまいました。やはりYouTube はエンコーダーとかが再度かかりますから、そういうので、微妙な違い、音の違いっていうのを聞いていただくのは難しいということで、あったんですけれども、そんな中でですね、視聴者の皆さんからですね、アドバイスをいただきました。温かいアドバイスいただきまして、誰もが知っている有名な曲をですね、聞いた私の感想を、伝えていく表形式でまとめていくなんていうのはどうでしょうというアドバイスをいただきました。ありがとうございます。で、この形でですね、私が聞いた音の感じをお伝えするという試み、今回やってみたいというふうに思います。ということで、複数のジャンルにわたって著名な曲を選ぶということで、この視聴者のアドバイスをいただいた視聴者の方からはですね、クラシックならば、カラヤンの田園と書いてあったんですけれども、我が家にですね、たくさん CD 音源あるんですけれども、残念ながらクラシックの CD はですね、1枚だけしかなかったんですね。で、その1枚がしかしなんとですね、カラヤンの
ベルリンフィルの演奏でございまして、私もネットで調べたんですけど、カラヤンさんという指揮者の方、ベルリンフィルで、との相性が非常に良くて名演奏が多いと書いてありましたので、なんということでしょうと、有名なこの指揮者の方の、しかもそのお箱の交響楽団の演奏を1枚だけ持っていた、ということで、1974年録音の、シュトラウスの英雄の生涯というものを取られたものが家に1枚だけクラシックでありましたので、これを聴いてみました。聞いていたんですけれども、そうしましたところですね、家人が部屋に入ってきましてですね、あれ珍しいもの聞いてるけど、何このペラッペラの音はというふうなことをですね、ポロッと言いましてですね、ガーンと非常に私もそうかなとはうすうす思ってたんですけれども、素人の人が聞いてもやっぱりそうなんだなというふうなぐらい音がペラッペラなんだなということに気づかされました。今までですね、いろいろな雑誌、自作オーディオ系の雑誌とかを見てですね、その中でリスニングルームの紹介とかいうのがありまして、なんでこの人はこんな大きなですね、保音スピーカーを置いてるんだろうなとか、こんな大きいその38センチとかぐらいのウーファーを置いてるんだろうな、大変だなとかって思ってたんですけれども、いや、クラシックの音楽を再現するのは大変なんだなということを、ここですいません、今頃かというご指摘あると思うんですけども、今改めて、痛感した次第でございます。いやー、頭が下がります。あんだけのシステムをやっぱり組んでいかないと、クラシックの臨場感とか迫力っていうのは出せないんですね。私の持っているフルレンジユニット一発バフスレフみたいなのでは、いやもう箸にも棒にもかかりませんでした。もう参りました。はい、ということで今回聞いてはみたんですけれども、この出音、ペラッペラの出音でですね、良し悪しを語るのはもう本当に忍びない僭越すぎるということで、今回クラシックは聞きましたけれども、積極的なコメントはしないでおくことにさせていただきます。はい、続きましてジャズの方ですね。ジャズの方は視聴者の方も挙げていただきました、ご提案いただきましたマイルス・デイビスの枯葉ですね。いろいろなテイクありますけれども、このキャノンボール・アダレのバージョンを今回聞いてみて、皆さんに感触をお伝えしたいなと思います。そしてこのスタジオ録音のものとですね、私が好きだという理由もあるんですけれども、ライブ録音ですね、ワルツ・ホーデビー、ビル・エヴァンストリオのワルツ・ホーデビーですね、このライブ演奏されたものですね、これを聞いてまた感想もお伝えしたいなと思います。で、クラシックジャズときてですね、ポップス系ですね、ポップロック系は、有名なものとしていろいろあると思うんですけども、ボヘミアン・ラブソディですね、クイーンのボヘミアン・ラブソディを選びました。非常に凝った演奏、凝ったレコーディングをしているので、視聴にしてみるといろいろなことがわかるんじゃないかなと思って選んだ次第です。はい、こういったですね、曲を選んで聴いてみました。で、まず初段ですね、負荷抵抗か SRPP かという方なんですけども、こちらはもう明確でした。もうどのジャンルの音源を聞いても私は SRPP の方がいいなと思いました。で、共通的なカラーがあります。SRPP にした方が、広域の伸びがいいですし、それからなんて言うんでしょうね、スケール感が大きくなる。逆の言い方をしてしまうと抵抗負荷の方がちょっとこじんまりしてしまう。その対比なんですけれども、大きな演奏に聞こえますし、それから、楽器の分解能が高いですね。楽器の数もよくわかります。声の数もよくわかりますし、それぞれの、ドラムでしたら、スティックですとか足の分解能とかも高くなりますし、よく本当に隅々まで音楽がよく聞こえるなという感じに感じました。で、クラシックはですね、負荷抵抗の方は若干濁り感があるなと思ったのに比べて、SRPP の方は、
澄んでいるというかですね、綺麗な音がします。そしてバイオリンの高い音とかですね、そのところが顕著ですし、あと私何の音かはちょっと特定できなかったんですけども、始まってから3分30秒ぐらいにですね、低めの金管楽器が鳴るんですね。トロンボーンなのかホルンなのか、ちょっと私には判別できなかったんですけれども、そのあたりの音がですね、非常に艶やかでいい感じに聞こえました。はい、そしてマイルス・デイビスですね、ジャズの方ですけれども、なんか負荷抵抗の方はスピーカーと私の間に1枚膜が挟まった感じ、逆に SRPP はそういうのがなくって、すっきりとダイレクトに音が届く感じで、もうまさにそのミュートのかかったトランペットがですね、ミュートはかかってるんですけど、ビンビン聞こえてくるというのと、あとですね、後ろのドラムの人がですね、ハイハットを叩くときとライドシンバルを叩くときがあるんですけども、ライドシンバルのチンチンチンという綺麗な高い音がですね、よく聞こえてきて、そこが良かったなというふうに、印象的だったなというふうに思いました。ライブ演奏のですね、ビル・エヴァンスの方はブラシというですね、なんて言うんでしょうね、針金が先についたようなバチで、スネアドラムを撫でたり叩いたりするんですけども、それがですね、非常にクリアに聞こえてきて、非常になんて言うんでしょうね、演奏に多彩さを持たせているというか、そういう感じがして非常に印象的だったなというふうに思います。それから、クイーンのですね、ボヘミアン・ラブソディはもう初っ端のコーラスがですね、歌ってる人がたくさんいるな、何人いるかな分かるぐらいコーラスの和声がですね、綺麗に分解の高く聞こえました。そこのもうトッパチのですね、歌いっぱなの印象が非常にもう違ったなという感じと、あとブライアン・メイのですね、ギターソロ、そのあたりの迫ってくる感じがより迫力があってよかったなというふうに思った次第です。おしなべて、SRPP の方がクリアに聞こえるというか、いろいろ共通的な特徴を持っていたかなというふうに思います。で次、集団のですね、3欠と5欠の比較ですけれども、クラシックの方はですね、ちょっと違い、よくわからなかったのでコメント差し控えさせていただくんですけれども、気持ちですね、5欠の方が少し歪みっぽかったのかななんていう気も、しないでもないですけども、そこはいつも聞いてるわけではありませんし、もう本当にこの1枚聞いただけですので、ちょっと正確なことは申し上げられないんですけども、そんな印象でした。ジャズの方はですね、3欠5欠大きな違いが私には感じました。私がもともとベースという楽器を弾いているからっていうところもあるんでしょうけれどもですね、ジャズのベースというのは、フレットといってギターのように弾くところに金属のなんて言うんでしょうね、音の高さを切り替えるための金属のピアノ線みたいなものがないんですよね。全く音と音の継ぎ目がなくて、バイオリン、チェロ、ビオラ、コントラバス全部そうなんですけれども、なので正しくコントラバスのウッドベースの音のピッチを伝えるっていうのがなかなか難しい、もともと難しい楽器なんですけれども、5欠の方がですね、そのピッチ感が非常によくわかる。何の音を弾いているのかがよくわかる。一方逆に3欠の方はちょっとピッチ感が甘いなというか、音のメロディーの感じが、ちょっとぼんやりしてしまうなというふうに感じます。それ以外にもですね、ウッドベースというのは非常にもともとなんて言うんでしょうね、弦で弾く楽器、こういうふうなですね、ツルで弾く楽器ですから、それをピッチカーとして弾いてるわけなんですけれども、非常にアタックが強い割にサスティーンが短くてですね、そのアタックの音だけが強めに出て、なんて言うんでしょうね、ボーンという感じになってしまって、音をしっかり届けるのが難しい楽器なんですね。自分で弾いてても分かるんですけれども、非常にその録音も難しいですし、撮ってみてあれなんかちょっと締まりのない音だなっていう風になってしまいがちなんですけれども、5欠の方がですね、芯があるというか、しっかり聞こえる、それがピッチ感にもつながっているのかもしれないんですけれども、非常にここが大きな差として私には感じられました。なのでジャズを聴くときには5月の方がいい感じだなと
全体的によく聞こえるなというふうに思ったんですけども、一方、ボヘミアン・ラプソディですね、クイーンを聞くときは逆で酸欠の方がですね、なんていうんでしょう、こう音が前に出てくる感じというか、それからのびのび開放的に聞こえてしまう、五欠の方はそれの逆になってしまって少し奥まって抑制的に聞こえるんですけれども、特にですねもう本当に歌い出しのコーラスなんかがこうスピーカーからパーンと出てくる感じでですね、気持ちいいですし、ブライアン・メイのギターソロも本当にこうスピーカーからの音離れがいいですし、あとドラムのですね、特にベイドラですね、低い音のドラムなんかの伸びもいいと、伸び伸びと音が鳴ってる感じがして、こちらは酸欠の方が合ってるなということで、まとめというかですね、今のところのまとめです。今後たくさんまた聞いていって違ってくるのかもしれないですけど、今日段階ではまず初段ですね。これはもし真空管を置くスペースに余裕があるんであれば、小型のアンプとかを作るときにはちょっと難しいかもしれませんけども、余裕があるんであれば倍のですね真空管が必要ですけれども、やはり、SRPP を選択したくなっちゃうなというふうなぐらい、違いを感じました。抵抗負荷よりも SRPP の方が、はっきりと良さがよくわかるというふうに私は感じました。一方ですね、集団の酸欠五欠は、音楽のタイプによるんじゃないかなというふうに思います。で、そのジャズとそれからポップス系の違いをですね、自分なりに考えてみたんですけれども、ポップス音楽というのはですね、いろいろな例えばカーラジオで聞く人もいるでしょうし、オーディオシステムで聞く人もいるんでしょうけれども、とにかくどういうところで聞いてもですね、しっかりちゃんと聞こえるようにうまいことですね、ミキシングの時にダイナミックスの調整とかをしています。例えばコンプレッサーとかいうものをですね、エフェクターを使って、しっかりこうどんな環境で聞いても程よくいいバランスで聞こえるように、ミキサーの方がですね、ミキシングエンジニアの方の腕寄るところが大きいんですけれども、うまくダイナミックス調整をしているようなものがあって、ほぼそういう風にされていてですね、そういうのを、五欠の出力感で聞きますと、五欠で聞きますと、さらになんて言うんでしょうね、もう一回ダイナミックス調整をかけた感じで、さらにこうなんでしょうね、スケールが小さくなってしまう感じがする。そういう場合はやっぱり酸欠の方が合ってるんじゃないかな。これはおそらくネガティブフィードバックをかけて、よりこう出音が発散しないように、破綻しないようにしているところっていうのが寄与しているんじゃないかなと思うんですけれども、もともと音源の段階でよく調整されている、特にダイナミックスの点でですね、よく調整されているものっていうのはもう酸欠で、伸び伸びネガティブフィードバックなしで伸び伸び聞いた方が合ってるんじゃないか。一方ですね、ジャズ、それも、ビッグバンドというよりかは、例えばトリオとか、クワルテットとかクインテットとか、そういう風な少人数構成のジャズの場合はですね、一つ一つの楽器が、しっかり聞こえてきます。しかもそのうちのですね、ウッドベースなどはなかなかこうもともとダイナミックスの調整を十分にするのが難しい、楽器ですね。ボワンとなりがちの楽器、こういうものは、五欠で聞いてですね、ネガティブフィードバックのかかった五欠で聞いた方がこうしっかり、芯が聞こえてきて、芯がしっかりして、ピッチ感も良くなって、非常にこう聞きやすいというか、しっかり音楽が再構成されるというようなイメージがあるんですけれども、ちょっと今回失敗したなと思ったのは、酸欠と五欠、当然増幅率が違うので、再生音源が同じでもですね、音量が違ってしまうんですね。で、音量が違ってしまうと、印象を一緒に保つのが非常に難しいというのが今回非常によく分かりました。身をもって分かりましたので、今後聞き比べをするときにはですね、ちゃんと同じ入力を与えると出音の音量が同じになるように、原因の調整というのをしっかりしておかなければいけないんだな、そういうのをした上でちゃんと聞き比べをしないとなかなか正しい評価ができないんだなということも気づかされました。
はい、そこでですね、本来というか、最初スタートした時点では、この第5回で終わるつもりだったんですけれども、あまりにもこの初段のですね、抵抗負荷と SRPP の差がはっきりしていて、しかも SRPP の方がいいなと思った時に、またありがたいコメントをですね、視聴者の方からいただいているんですけれども、視聴者の方からいただいたコメント、集団のですね、ところに入っていくところでコンデンサーが使われていてですね、今 C 結コンデンサ結合になってるんですけども、そこのカットオフ周波数が変わる、その初段を変えることによって、そのカットオフ周波数が変わってしまうことによって音質が変わるんじゃないですか。回路図的にはこういう風になっていまして、ここに、ハイパスフィルターが形成されているわけですね。初段と、後段の間にハイパスフィルターが形成されているんですけども、実はこの初段の出口にも出力インピーダンスがあって、そことの合成抵抗になっているわけですから、当然その初段の出力インピーダンスが変われば、このカットオフ周波数も変わってくることが推測できます。でこの集団の入り口のハイパスフィルターのカットオフ周波数が変わることが、この聞こえ具合に変わるんだとするとですよ、そのコンデンサーを使わない直結にしたときに、この抵抗負荷と SRPP の音質の差というのはまた維持されるんだろうか、それともやっぱ消えてなくなってしまうんだろうかという疑問、興味が湧いてきましたので、おまけというかですね、5回目で終わる予定だったんですけども、もう1回付け足しまして、全部の回路を直結化します。3結も5結も直結化してですね、直結化した時に、抵抗負荷と SRPP の音質の差というのが今と同じぐらい明確にあるのかどうか、残るのかどうかというのを自分の耳で確かめたいなと思ったので、第6回目もやってみようかなと思います。でその時にですね、今回の反省を踏まえて、3欠5欠で、ちゃんと出音の音量が揃うように原因の調整というところもしっかり行って、もう1回だけ、聞き比べ、この回路で聞き比べをしていきたいなというふうに思いますので、次回もぜひご覧いただければというふうに思います。今日はご視聴ありがとうございました。